教訓1、すぐに駐車場を見つけるべきだと思う。アンナ、すぐに駐車場を見つけなきゃいけないと思うよ。この辺りはだんだん混雑してきている。その通りだ、ジョン。駐車場か路上のスペースに注意しよう。前方に駐車場が見えます。そこに行くべきですか？それは良い選択肢のように思える、ジョン。駐車場には大抵十分なスペースがあります。本当。それに、エリアを探索している間、車を止めておくのに安全な場所です。駐車する前に、駐車料金や時間制限を確認しておきましょう。いい考えだよ。あんな出発の時間になったらサプライズなんてしたくない。ほら、入り口の近くに空き地がある。行こうよ。パーフェクト。車をその場に操縦するときは注意してください。ゆっくり走って、歩行者や他の乗り物に気をつけます。よくやった、アナ。完璧に車を止めたね。ありがとう、ジョン。チームワークのおかげで簡単になります。さて、後で車を見つけることができるように、駐車場のレベルまたはセクションを忘れないようにしましょう。看板の写真を撮るか、携帯電話にメモしておきます。素晴らしいアイデアです。特に混雑したエリアでは、どこに駐車したかを忘れがちです。さて、私たちの車は安全に駐車されました。さあ、気兼ねなく楽しんでいきましょう。絶対に、アンナ。探検して素晴らしい一日を過ごしましょワクワクしているよ、ジョン。ここでの時間を最大限に活用しよう。さあ行こう。楽しんでね、アンナ。あなたもよ、ジョン。後でここで会って、一緒に車で帰ろう。計画みたいだな、アンナ。また数時間で会おう。じゃあまたね、ジョン。楽しんでください。教訓に、最近の睡眠の調子はどうですか？ねえ、アンナ、最近よく眠れた？よく眠れますか？こんにちは、ジョン。訪ねてくれてありがとう。全体的に、かなりよく眠れました。あなたはどう？聞いてよかったよ、アンナ。最近、眠りにつくのに苦労している。ああ、それを聞いてすみません、ジョン。寝る前にリラックスするためのテクニックを試したことはありますか？私は就寝前のルーチンを確立しようとしてきた。電気を消す前に本を読んだり、心を落ち着かせる音楽を聴いたりする。いい考えだね。ジョン。ルーチンを確立することで、リラックスする時間だということを体に知らせることができます。それが役に立てば幸いです。また、部屋を暗く涼しく保つなど、快適な睡眠環境を作るようにしています。それも重要なんだ、ジョン。快適で気持ちの良い睡眠環境は大きな違いを生むことができます。私も同感です。また、就寝前のスクリーンタイムを制限しようとしてるんだ。早く眠りにつくのに役立つはずだ。それは良い戦略です。画面からの青い光は、私たちの睡眠パターンを乱す可能性があります。代わりに本を読むのも素晴らしい選択肢です。私もそれを試してきました。習慣をやめるのは少し大変だったけど、睡眠を改善したいと決心している。
君を誇りに思うよ。ジョン変更するには時間がかかりますが、すぐに改善が見られると思います。ありがとう、アンナ。ご支援に感謝します。あなたはどう？ぐっすり眠るコツは？さて、私は毎日同じ時間に就寝と起床をして、一貫した睡眠スケジュールを確立するようにしています。それは良い点です。私たちの体は日常的に成長しているので、一貫した睡眠スケジュールは体内時計の調節に役立ちます。まさに。また、寝る前に深呼吸や穏やかなストレッチなどのリラクゼーションテクニックを行うことも役立つと思います。それらのテクニックも試してみます。心を落ち着かせ、睡眠の準備をするのに最適な方法のようですね。彼らがあなたのために働いてくれるといいんだが、ジョン自分自身に忍耐強く、体に順応する時間を与えることが大切だということを忘れないでね。そうするようアンナアドバイスありがとうございます。お二人ともぐっすり眠れるように。おめでとう、ジョン。安らかな夜をお過ごしください。気をつけて。あなたもよ、アンナ。いい夢を。京くんさん、普段はどのように支払いますか？ねえ、アンナ、請求書はもう届きましたか？普段、どうやって払ってるの？クレジットカードは使っていますか？こんにちは、ジョン。はい、請求書を受け取りました。通常はクレジットカードを使ってオンラインで支払います。便利そうですね。オンラインでの支払いは簡単だと思いますか？間違いなく、迅速で手間のかからないプロセスです。自宅でくつろぎながら支払いができます。オンライン決済への切り替えも検討しています。小切手を書いて郵送するよりも効率がいいようです。本当にそうだ。ジョン。オンライン決済を使えば、小切手を書いて処理を待つ手間を省くことができます。それは良い点です。さらに、支払いを追跡したり、取引履歴をオンラインで確認したりするのが簡単になりました。絶対に。支払い履歴にはいつでもアクセスでき、経費を明確に記録できます。オンライン決済のセキュリティについて何か心配なことはありますか？注意することは重要ですが、ほとんどの評判の良いウェブサイトには安全な支払いゲートウェイが設置されています。信頼できるプラットフォームを使用し、個人情報を安全に保管してください。それを心に留めておくよ。情報を保護するためのセキュリティ対策が講じられていることを知っておくのは良いことです。間違いなく。安全な接続を確保するために、常にウェブサイトのアドレスにあるロックアイコンまたは HTTPS を探してください。アドバイスありがとう、アンナ。オンライン決済を試してみて、どうなるか見てみます。どういたしまして、ジョン。コツをつかめばきっと便利だと思うよ。そう願っています。オンライン決済の経験を共有していただきありがとうございます。全然問題ないよ、ジョン。質問がある場合や助けが必要な場合は、遠慮なく聞いてください。感謝するよ、アンナ。あなたはいつもとても親切です。改めて、ありがとう。喜んでお手伝いします、ジョン。私たちはお互いに支え合うためにここにいます。請求書の管理を楽にしよう。絶対に、アンナ。より簡単で便利な請求書支払い方法をご紹介します。乾杯。
乾杯、ジョン。ストレスのない請求書支払い体験をお祈りします。気をつけて。レッスン4、公園の新しい子供用プレイエリア。アンナ、公園に新しい子供用の遊び場があるって聞いたよ。見たことある？はい、ジョン。最近公園に行ったんだけど、新しくなった子供用の遊び場は最高だよ。それは素晴らしい。子供たちが遊べるような道具はどんなものがあるの？ブランコ、滑り台、ジャングルジム、さらにはサンドボックスもあります。あらゆる年齢のお子様にとってとても楽しい場所です。ワクワクしそうですね。きっと子供たちはそこで時間を過ごし、楽しい時間を過ごしたいと思うでしょう。間違いなく。子供たちが走ったり、ジャンプしたり、想像力を膨らませたりできる安全で楽しい場所です。プレイエリアはフェンスで囲まれていますか？子供が自由に遊べる安全な場所を確保したいです。はい、ジョン。プレイエリアはフェンスで囲まれているので、保護者の安全と安心感がさらに高まります。それは心強いですね。子供たちが遊べる安全な環境を用意することが重要です。絶対に。子供の遊び場では安全が最優先事項です。親が子供を見ながらリラックスできるベンチやシーティングエリアは近くにありますか？はい、プレイエリアの周りにはベンチとピクニックテーブルがあります。座ったりおやつを食べたりしながら、親御さんが心地よくお子様を見守ることができます。それは便利です。親は休憩をとっても近くにいて子供を監督することができます。まさに、プレイエリアのデザインに配慮の行き届いた追加です。子供たちが楽しんだり、親がリラックスしたりできるように、このような素晴らしい空間を作ってくれて嬉しいです。私も、ジョン子供たちが遊んだり活動したりできる場所を持つことは必要不可欠です。姪と甥を必ず公園に連れて行き、新しい遊び場を探索します。彼らはきっと気に入るよ。ジョン楽しんでエネルギーを消費する絶好の機会になるでしょう。楽しみです。新しいプレイエリアについて教えてくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンワクワクするようなニュースを皆さんと共有できて嬉しいです。公園での時間を楽しんでください。ありがとう、アナ。素敵な一日を。レッスン5、今夜の夕食にスパゲッティを作る予定です。アンナ、今夜の夕食にスパゲッティを作るつもりです。美味しいスパゲッティソースを作るコツはありますか？絶対に、ジョン。美味しいスパゲッティソースを作るには、バランスと風味がすべてです。私が提案するのは以下の通りです。素晴らしい。私は熱心に聞いています。最初の一歩は何だ？まず、刻んだ玉ねぎとニンニクをオリーブオイルで香ばしく半透明になるまで炒めます。わかった。ソースに風味をつけるには、玉ねぎとニンニクが欠かせません。はい、そうです。玉ねぎとニンニクに火が通ったら、トマトソースまたは砕いたトマトを鍋に加えることができます。ソースにハーブやスパイスを加えるべきですか？間違いなく。バジル、オレガノ、タイムなどのイタリアンハーブのブレンドを加えると風味が増します。
お好みで赤唐辛子フレークを一つまみ加えて温めることもできます。美味しそうだね。ハーブとスパイスを必ず用意しておきます。素晴らしいソースをしばらく煮て味が溶け合うようにします。砂糖を少し加えるとトマトの酸味のバランスが取れます。ソースを煮るのは重要ですね。どれくらい煮ればいいの？時間にもよりますが、最高の味を出すには少なくとも30分から1時間煮ることをお勧めします。それは理にかなっています。ソースに風味が出るまで十分な時間を与えるように計画するよ。パーフェクト。サーブする直前にソースを塩コショウで味を整えます。必ず味見をして、必要に応じて調味料を調整します。それは良いアプローチです。そして、パッケージの指示に従ってスパゲッティヌードルを調理することを忘れないでください。通常、食感はアルデンテが好まれます。麺がちゃんと火が通っているか見守るよ。麺が調理されたら、水気を切り、ソースと混ぜます。サーブする前に、すりおろしたパルメザンチーズをトッピングすることもできます。ヤム、スパゲッティにパルメザンチーズを加えるのが大好きです。コクが加わります。間違いなくそうです。これで、美味しい自家製スパゲッティ料理ができました。ヒントをありがとう、アンナ。今夜作るのが待ちきれません。どういたしまして、ジョン、あなたのスパゲッティはきっと素晴らしいものになるよ。料理を楽しんでください。そうするよ、アンナ、一緒に味わってくれないか。それは計画のようだ、ジョン。あなたの自家製スパゲッティを食べてみたいです。じゃあまたね。またね、アンナ。レッスン6、ホテルでの滞在を楽しんでいただければ幸いです。アンナさん、こんにちは。ホテルでの滞在を楽しんでいただければ幸いです。大丈夫ですか？こんにちは、ジョン。訪ねてくれてありがとう。はい、これまでのところすべて順調です。ホテルはとても快適です。それは聞いてよかった。滞在中に何か問題や懸念はありましたか？そうでもない。ジョン。スタッフはフレンドリーで親切でした。部屋は清潔で、アメニティもいいです。それは素晴らしいです。ホテル滞在中にすべてがスムーズに進むと、いつも安心できます。絶対に。これにより、体験全体がより楽しくリラックスできるようになります。ホテルのレストランやルームサービスを試したことがありますか？はい、昨夜レストランで夕食をとりました。料理も美味しく、サービスも迅速でした。それは素晴らしいです。ホテル内に美味しいレストランがあると便利です。間違いなく。特に長い一日の探索や仕事の後は、時間と労力を節約できます。ジムやプールなど、他の施設をチェックする機会はありましたか？はい、ジョン。今朝はプールに泳ぎに行った。爽やかで、手入れも行き届いていた。滞在中にリラックスしてアクティブに過ごせるように、これらの追加アメニティを用意しておくと便利です。私も同感です。
全体的な体験に付加価値をもたらし、ゲストを楽しませ続けます。ホテルスタッフに何か特別なリクエストやサポートが必要だったりしましたか？いいえ、特にリクエストはありませんでしたが、追加のタオルをいくつか頼んだところ、すぐに届きました。スタッフがゲストのニーズに迅速で気配りがあることを知っておくのは良いことです。絶対に。これまでのところ、彼らの顧客サービスは称賛に値しています。さて、ホテルではすべてが順調に進んでいると聞いて嬉しいです。ありがとう、ジョン。全体的に楽しい滞在でした。何か必要なものや質問がある場合は、遠慮なくお知らせください。そうするよ、ジョン。親切な申し出をありがとう。良い一日を過ごしてください。どういたしまして、アンナ。残りの滞在を楽しんで、気をつけて。ありがとう、ジョン。それも気をつけて。さようなら。レッスン7、今夜、タクシーでレストランに行きませんか？アンナさん、こんにちは。今夜、タクシーでレストランに行きませんか？こんにちは、ジョン。それは良い考えのように思えます。公共交通機関を利用するよりも便利かもしれない。私も同感です。タクシーに乗れば時間の節約になるし、駐車場を探す心配もなくなる。間違いなく。さらに、交通渋滞をナビゲートする代わりに、リラックスして乗り心地を楽しむことができます。タクシーを呼んでもいいですか？はい、お願いします。タクシーを呼んで、ホテルまで迎えに来てもらおう。よし、電話するよ。レストランの名前と住所を知っていますか？はい、カフェイタリアという名前で、メインストリート123番地にあります。わかった。行き先をタクシーに知らせておきます。ありがとう、ジョン。ご協力に感謝します。問題ない、アナ。喜んでお手伝いします。スムーズな交通計画を立てることは常に良いことです。絶対に。物流の心配をしなくていいから、夜はもっと楽しくなる。電話をかけました。タクシーは10分ほどでここに着きます。パーフェクト。これで物を集めてロビーに向かうのに十分な時間ができます。ホテルの部屋を出る前に、必要なものがすべて揃っていることを確認しましょいいアイディアだ。財布を持って携帯があるか確認するよ。う。私も同じことをします。出発前に必ず再確認しておくことが大切です。タクシーサービスは通常信頼できますが、準備しておくことをお勧めします。絶対に。どの輸送サービスを利用する場合でも、安全と準備が重要です。タクシーに乗ることに決めてよかった。そうすれば私たちの夜はもっと便利でストレスフリーになります。アンナ、これ以上同意できない。ロビーに行って、タクシーが来るのを待ちましょう。計画みたいだね。ジョン。タクシーの手配をしていただきありがとうございます。どういたしまして、アンナ。喜んでお手伝いします。レストランで素敵な夜を過ごしましょう。はい、夕食を楽しみましょう。ありがとう、ジョン。行こう。行こう。レッスン8、新しい料理を試してみたい気分です。
アンナさんこんにちは。新しい料理を試してみたい気分です。何か提案はありますか？ジョンさん、こんにちは。インド料理を探検してみませんか？豊かな味と多彩な料理で知られています。それは面白そうですね。インド料理は今まで食べたことがない。人気のある料理にはどんなものがありますか？さて、美味しいオプションはたくさんあります。定番の一品がバターチキンで、クリーミーで風味豊かなチキンカレーです。また、トマトベースのピリッとしたソースが効いたチキンティッカマサラも人気です。美味しそうだね。ベジタリアンのオプションはありますか？絶対に。人気のベジタリアン料理の一つは、ほうれん草とカッテージチーズを使ったパラックパニールです。カリフラワーとポテトのカレー、アルーゴビもおすすめです。これらの材料についてはよくわかりませんが、興味をそそられます。辛い料理ってあるの？はい、インド料理はそのスパイスで知られています。辛いものが好きなら、肉やじゃがいもが入った燃えるようなカレーであるビンダルーのような料理を試してみてください。ただ、スパイスの好みを必ずサーバーに伝えてください。私は辛い食べ物が好きなので、ビンダルーはエキサイティングですね。インド料理に合うおかずやパンはありますか？絶対に。ナンはカレーをすくうのに使える人気のインドパンです。おかずとして香ばしいバスマティライスを試すこともできます。なんとバスマティライスは素晴らしい伴奏のようです。試してみるのを楽しみにしています。きっと楽しんでくれるよ。ジョンインド料理では様々な味や食感を楽しめます。まるで料理の冒険のようですね。近くに美味しいインド料理レストランを知っていますか？はい、ここから数ブロック先にスパイスディライトというおすすめのインド料理レストランがあります。それは便利です。そこに行って一緒にインド料理を体験しましょう。計画みたいだね。ジョン、この新しい料理体験を皆さんと共有できることを嬉しく思います。同様に、アンナ。新しい料理を試すことはいつもエキサイティングで美味しい旅です。行ってインドのごちそうを楽しみましょう、ジョン。きっと思い出に残る食事になると思います。絶対に、アンナ。インド料理の味を味わいに行きましょう。レッスン9、Facebook を使っていますか？アンナさんこんにちは。Facebook を使っていますか？こんにちは、ジョン。はい、私は Facebook を使っています。友達や家族とのつながりを保つのに最適な方法です。それはかっこいいです。私も最近 Facebook に参加しました。みんなが何をしているのか見れて嬉しいです。人々の生活についての最新情報を入手するのに間違いなく役立ちます。たくさんの友達とつながりましたか？それほど多くはありませんが、大学の友達や同僚も何人か追加しました。あなたはどう？ Facebook にはかなりの数の友達がいます。彼らの投稿や写真を時々見るのはいいことだ。私も同感です。特に遠くに住んでいる友達と連絡を取り合うのに便利な方法です。絶対に。また、興味深い記事を見つけたり、興味に基づいてグループに参加したりできるプラットフォームでもあります。それは本当です。趣味に関連するいくつかのグループに参加しましたが、
志を同じくする人々と交流するのは楽しかったです。それは素晴らしい。同じような興味を持つ人々とつながる素晴らしい方法になり得ます。Facebook で特に気に入っている機能やアクティビティはありますか？ニュースフィードをスクロールして、友達が何をしているのか見るのが楽しいです。また、自分の最新情報や写真を共有するのも好きです。楽しそうですね。まだ Facebook の様々な機能を調べている最中ですが、今のところ楽しんでいます。ジョン、時間をかけて探検してください。好みに合わせてカスタマイズできる機能や設定が多数あります。ありがとう、アンナ。絶対やるよ。ところで、Facebook を効果的に使うためのヒントやおすすめはありますか？一つのヒントは、プライバシー設定を見直して、投稿や個人情報を閲覧できるユーザーを管理することです。また、オンラインで共有する内容に注意することも重要です。それは良いアドバイスです。プライバシーとオンラインの安全性は間違いなく重要な考慮事項です。絶対に。ソーシャルメディアプラットフォームで共有する情報には常に注意し、認識しておくことをお勧めします。それを心に留めておくよ。ヒントをありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。Facebook で何か質問がある場合やサポートが必要な場合は、遠慮なく私に聞いてください。感謝するよ、アンナ。何か助けが必要なら必ず連絡するよ。ありがとう。問題ないよ、ジョン。Facebook での時間を楽しんで、友達と楽しくつながってください。第10課リンゴが健康に良いって知ってた？アンナ、リンゴが健康に良いって知ってた？本当に？それは知らなかった。リンゴがこんなに健康的である理由は何だろう？さて、リンゴには繊維、ビタミン、抗酸化物質が豊富に含まれています。それらは消化を改善し、免疫システムを高めるのに役立ちます。それは印象的です。リンゴはただの美味しいおやつだといつも思っていました。確かに美味しいですが、健康上の利点もたくさんあります。リンゴを定期的に食べることは健康的なライフスタイルに貢献できます。それは知っておくと良いことです。私は間違いなくもっとリンゴを食事に取り入れるつもりです。いい考えだね、アンナ。スナックとして楽しんだり、サラダやスムージーに加えたりできます。より健康的と考えられる特定の種類のリンゴはありますか？一般的に、すべての種類のリンゴは栄養価が高いです。ただし、健康上の利点で知られている人気のあるものには、グラニースミスやピンクレディのリンゴがあります。リンゴを買うときは、そのことを心に留めておきます。選択肢があるのは素晴らしいことだ。絶対に。また、皮を含めてリンゴを丸ごと食べると、最大限の栄養効果が得られることを忘れないでください。注目。皮も必ず食べます。リンゴには他に何か健康効果があるの？はい、リンゴはコレステロールを下げ、心臓病のリスクを減らすのに役立つことが知られています。また、繊維含有量が高いため、体重管理にも役立ちます。それは素晴らしいです。リンゴはそれ自体がスーパーフードのようだ。彼らは確かにそうです。さらに、便利で持ち運びに便利なスナックなので、日常生活に簡単に取り入れることができます。もっとリンゴを食生活に取り入れることができてワクワクしています。
この貴重な情報を共有してくれてありがとう、ジョン。どういたしまして、アンナ。リンゴの効能を皆さんと共有できて嬉しいです。二人ともこの素晴らしい果物の健康効果を楽しみましょ間違いない、ジョン。リンゴでより健康的なライフスタイルを。乾杯、アンナ。